10月14日水曜日ニュースオペイド放送終了後アフタートークです。さて今日はゲストにイギリスから伊藤詩織さんを応援して日本の刑法を変える会代表の田中明美さんにゲストでお越しいただきました。アフタートーク引き続き田中さんを中心にご参加をいただきます。アフタートークたくさんの方ご参加いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速ですが皆さんの自己紹介をお願いしたいと思います。お一方ずつよろしいでしょうか。Hi, hello, my name is Rimika Soloway. I am a friend of Shiori's and Akemi is my mother. I work in London for an arts charity. I care about human rights. Therefore, I want to support the victims of rape and sexual violence. こんにちは。私の名前はソルウェイ・リミカです。日本語はそんなに上手じゃないからすみません。しおりさんは私のお友達です。そしてあけみさんは私の母です。私はロンドンに住んでいて、アーツチャリティーで働いています。人権のことは本当に大切だと思いますから、レイプや性的暴行の犠牲者をサポートしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。マットさんお願いします。So my name is Matthew or Matt. I'm from England, but currently I'm living in Germany. I am Akemi's former student and a volunteer translator for the group. 私の名前はマット・パーキンスです。イギリスから来て、現在はドイツに住んでいます。私は田中明美さんの元学生で、グループのボランティア翻訳者として働いています。ありがとうございます。では続いて恵子さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。日本在住の笠井恵子です。職業は心理カウンセラーをしております。で、私自身が実は性被害者ということで、その経験を生かしてその心理カウンセリングを行っているんですけれども、主に働く人々のその命と尊厳を守る活動をしています。で、労働相談を中心にセクハラ問題であったりとか、パワハラとかそういった問題から性被害者を救う活動をしております。なるほど。で、明美さん、はい、明美さんとは伊藤詩織さんを支援する会というかグループで知り合って、で一緒にこの活動を始めております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてコーデリアさんですが、ちょっと音声の調子が良くないので、一度出てもう一回こちらに入っていただくような形を取らせていただきたいと思います。さて、田中明美さん、皆さんは会のメンバーでいらっしゃるってことですよね。そうです。コーデリア、Can you talk? I can't hear you. Oh no. I think her mic is broken. マイクが壊れてるかもしれない。いや、マイク壊れてるかな、コーデリア。いや、私がコーデリアさんを紹介します。はい、お願いします。はい、コーデリアは私の生徒、14歳からずっと私の生徒で、今は、日本語を学んでませんが、とにかく Human Right, Women's Right、人権、女性の問題にとても興味があって、かつ私たちを応援したいということで参加しています。よろしくお願いします。なるほど、ありがとうございます。さて、皆さんが共有している問題点、そしてそれぞれが目指されていることっていうのをせっかくですのでお一人ずつ伺っていきたいと思うんですけれども、リミカさんいかがでしょうか。問題点というのは何てプログラムを会として持たれているテーマ、はい。
what does she mean? これはI think I'd better explain because leader should explain. これは私が説明します。わかりました。では、明美さんお願いします。まず私たちがしている署名活動、ペティションは一つ、セックスの同意年齢13歳、日本では13歳から16歳にしてほしい。それから、レイプ、他の、性被害者、その暴行が行われたことを証明しなくてはいけない、日本では。そして抵抗して、例えば怪我をするまで抵抗したとか、そういうことを証明しなくてはいけない。もう固まってしまって何も言えないし、怖くて殺されるかもしれないということで、静かにしている人もいます。だからそういうことを、検討してほしい。そして安心して被害者が通報できる場所が限られています。警察できちんと女性警官を待機させていてほしい。で、国連の基準で人口20万人につき1つレイプ危機管理センターを作らなくてはいけない。日本では本当は327箇所レイプ危機管理センターが必要なのに、今年3月わずか2箇所です。はい、世界の男女平等で153カ国中、日本は121位で、本当にアラブと同じような状態です。そして私たちはこの刑法の改正、スピードが本当に遅い。それからレイプの被害者への支援が少ない。この問題に関する教育の改善も遅い。だからこれを通して私たちはしおりさんの勇気ある行動を無駄にしないためにも、いろいろな日本の例えば大学の先生とかいろいろな教育機関の方々にこの活動を知ってほしいです。それからさっきライブで言い忘れたんですけど、イギリスでは教育機関、教師になる人、学校に入る人、みんなクリミナルチェックが必要です。犯罪していないという。それから私の夫は IT コンサルタントでいろんな会社に行かなくてはいけないんですけど、そういう人たちみんなクリミナルチェックが必要です。それが規則です。そういういろいろなことをイギリスから私たちは伝えていきたいと思います。だからこの署名活動は、まずはイギリス人がびっくりしたのは、日本の13歳という性的同意年齢。だから私たちの活動によってイギリスの人たちも日本のことを勉強しています。あんなに先進国で素晴らしい国、それがこういう女性に対して100年以上もひどい厳しい立場なんだと、みんなイギリス、ドイツの人たちも勉強しています。ですので、この私が大好きなこれで書いた美しい国、日本がもっともっと女性にとって優しい国、女性だけでなくて弱い者にとって、震災孤児を支援する会、弱い子どもたちにとっても優しい国になってほしい、そういうことでみんな動いてます。日本が大好きです。なるほど。でもやはり外から見ると日本って不思議だなっていうことは多いでしょうか、やはり。いや、日本、Japan is strange for you? このレイプのこの問題も含めで、はい、だって、イギリスでは伊藤詩織さんの、Her Fight はすごい大切なことだとみんな思っています。で、応援してます。それでもなぜか日本の友達と人と話すと、詩織さんのことはあまりサポートはしません。なるほど。マットさんはどうでしょうか。男性という立場でいらっしゃいますけれども。はい、グループの中で誰もがイギリスやドイツなど海外の状況が完璧だとは思っていないです。しかし、日本の活動家グループや国連のおすすめによると、より多くのレイプ危機センターの設置が必要だと言います。それにも日本ではレイプ被害者を守るために不可欠な法改正が緊急のことです。なるほど。恵子さんいかがですか？はい、そうですね。
私自身も同じ経験を味わったことがあるんですけれども、まずその警察からその誹謗っていうかあなたが悪いんじゃないのっていう、そういった態度を取られます。で傷ついている私に対してどうしてそんな洋服着ているのとかそういうどうしてそんな時間にお酒を飲みに行ったのとかそういうことをまずやっぱり言われます。で私が受けているそのカウンセリングの被害女性たちもやはり警察でそういった言われたり、あと労働基準監督署の方とかにもよく相談に行ったりとかする方が多いんですけれども、そこでもあなたに非があるんじゃないのっていうそういった言葉かけを言われます。で大体そういうふうに言われた人たちはもうそこでもう諦めてしまったりとか、怖くなって私が悪いのかなってやっぱり思ってしまうので、そこで口を閉ざしてしまうっていう方が多いです。でネットの方とかを覗いていてもやっぱりそういったその支援活動とか、SNS を使って活動しているんですけれども、その中でも伊藤詩織さんって同姓同名の方がいらっしゃるんですね。でその方が破産か何かをしたのかな。でそれが官報に載っているっていうことを取ってでその中国か韓国かそういった外国の名前に韓国でそれを利用して韓国人がハニートラップで引っ掛けたんだっていう売名行為で、そういったことを言われております。でこれはもう年齢から調べてわかると思うんですけれども、彼女が21歳の時に破産手続きをしていないと、それはありえないことなので、彼女はその時大学生なので、ありえないっていう。であとはその彼女が大学時代にニューヨークで自分で自力でお金を稼ぐために学費を稼ぐためにいろいろバイトをしていたと思うんですね。でその中でピアノバーで働いていたんですよ。翻訳とかベビーシッターとかいろいろやってたんですけど、そのピアノバーで働いていた。そこでアルコールを扱っていたっていう、ただそれだけでホステスっていう言い方をするんです。あの人は水商売のホステス。経歴がそうですね。経歴が水商売のホステスっていうふうに言われています。なんか本質が変わってくるというか、真実がいろんなところで曲げられてしまうっていうのは、これっていうのは他の国、例えばイギリスだったり、マットさんお住まいのドイツだったりとかっていうのはあるんですか、こういったことっていうのは。